皆さんこんにちは、ご安全にゆうです。今回はジャパンモビリティショー2025のレポートをお届けします。ジャパンモビリティショーはこれまでの東京モーターショーから名前を変えて、車やバイクだけでなく人の移動そのものをテーマにした総合モビリティイベントです。四輪二輪はもちろん、電動モビリティや次世代技術、そしてこれからの暮らしや社会までを見据えた、どう移動しどう生きていくのかを体感しながら考えられる場所です。そして今年から新たにモビリティカルチャーエリアが登場しました。70年代、80年代、私の大好きな懐かしい時代にまるでタイムスリップしたかのような空間。ガレージを思わせる演出の中に、当時を象徴する乗り物や往年の名車たちがずらりと並び、バイクや車を共にその時代を生きてきた空気感まで感じられます。さらに国内バイク4メーカーが力を合わせ、現役ライダーとレジェンドライダーによるここでしか見られない盛大なコラボレーションが実現しました。チャンピオンマシンを目の前に、オートバイの今と昔を語るその時間は、バイクの歴史が人と共に受け継がれてきたことを静かに実感させてくれます。この動画ではそんな会場の雰囲気を皆さんと一緒にゆっくり味わっていけたらと思います。ぜひ最後までご覧ください。津田さんとこ写真撮れないから。そう、いつも混んでるいつも混んでるんですよ、全日本的には。すみません。ありがとうございます。好き見てください。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、どうも、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、はい、はい、チーズ。もう一枚いきます。元宝塚劇団不思議スター音崎五木さんによる国歌独唱です。お願いします。どうもありがとうございます。杉本聡です。今日は、本当にね、目の前でね、このパフォーマンスを、皆さんに楽しみたいと思います。よろしくお願いします。そしてレーシング業界のジョージ・クルーニーこと宮城光さんです。皆さんこんにちは、宮城光です。ようこそモビリティショーをお越しくださいました。今日はですね、通常さすがサーキットのピットでしか見れない作業をですね、存分に楽しんでください。はい、皆さんおはようございます。バイクで遊ぶの大好き、バイク声優の南波優香です。よろしくお願いします。鈴鹿八隊の優勝請負人ぐらいの勢いじゃないですか。それはちょっと言い過ぎだったんですけどまあやっぱ出るからにはやっぱ優勝したいですし、チームとしても勝つべきチームだと思ってるので、少しでも多く勝てるようにしたいなと思ってます。僕は中継で生で見てましたけど、一言お願いしますって言ったら印象的な言葉を言われましたね。なんて言いました？疲れました。疲れました。本当に休憩時間が1時間ないぐらいだったんで、それがやっぱリカバリーの時間が足りなすぎるというか、体トレーニングすごいですから、もう体がエグいんで、僕何回か撮影で一緒にしたことがあるんですけども、着替えてる瞬間ガチガチにカチッと出来上がってました。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。川崎クローズレーシングチームの岩戸亮介と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。しかしめちゃめちゃイケメンですよ。ありがとうございます。実は昨日ね、お会いした時に
3代目 JSOULブラザーズあたりのなんか追加メンバー募集っていうのがあったら一発でいけんじゃないかなっていう。本当ですか。はい。じゃあちょっと今から行ってきていいですか。どうですか、真夏の炎天下40度に近いような気温の中でライムグリーンの多くのファンの人が、いたと思うんですけど、それは見えてましたか？もちろん見えてます。走ってても一番目立つ色ですし、やっぱそれってすごくダイレクトに応援してもらってるんだなっていうふうに感じれるので、本当に力になってます。津田選手が乗るマシンもちょっとクラスが違うじゃないですか。はい。最もこのマシンのなんていうんですか、みんなにこう伝えたいところって何なんでしょう？かなりのものがこうカーボンニュートラル素材なんですけど、茶色っぽく見えるところは自然由来のものでできてまして、それでもこう普通の従来通りのものに比べてタイムがこう変わらなくなってきてる部分もあるので、将来的にはそれがこう他のチームであったりとか、レーシングパーツを上回っていくっていう、今本当にチャレンジしているところなので、ちょっと難しい部分もあるんですけど、やりがいはすごいあります。そして中塚選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に6年前とは違った暑さで非常に暑かったです。はい。もう二度と出たくないなと思いました。はい。宮城さんがやっぱりその10代で鈴鹿4時間耐久レースで華々しい優勝を飾ったのがあれ83年ですよ。あの頃って暑かったんですか？涼しかった。やっぱそうですよね。よく暑い中で走ってます。いや本当ですよね。何が楽しいんだろうって僕思いますけどね。ちょっと話して出ますけども、中塚選手、今年全日本 J3 クラスまたチャンピオン取れました。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。13回目です。おめでとうございます。取りました。いつまでやんの？いつまでやるんですかね、本当に。はい。でも自分が進化し続けてるって感じてる間はやりたいなと思ってますけども。はい。手を振ってください。おお、結構上げてます。おお。ありがとうございました。走りは一番生きってました。生きってましたって言ってましたよ、走ってる。高橋さんのところ本当ピットワーク毎回早かったですけど、乗っててどうですか？もう走ってる時に来てるじゃないですか。なんかたまにまだ止まってないのにリアスタンドかかってることがあってすごい皆さんお集まりいただいてありがとうございます。いや、ものすごい景色ですね。ここありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいですね。すごい景色ですね。ここはさっきと景色が違くないですか？違いますね。本当に通路まで溢れてる皆さん本当ありがとうございます。まずこのジャパンモビリティショー29日のメディアデーに事前取材に来ました。ゆうさんとしてはどうでした？この今写真出てます。これ往年の名バイクレーサーたちなんですけどもね、なんかもう本当にこのバイクは埋もれちゃいけないモビリティショーで新しい最新のバイク車飾ってますけど、こういう試みが本当に大切だなと思います。バイクと出会ったきっかけって何ですか？大学の卒業旅行、だいたいヨーロッパとか皆さん行くと40万ぐらいかかるもしかしたらバイクが買えるんじゃないかっていう浅はかな思いでバイク屋さんに行って、私は卒業旅行に海外に行かず国内をバイクで走り回ってました。以前仕事で撮影で待ち合わせをして大黒パーキングだったと思うんですけども、待ち合わせをした時かな、ちょっとバイクの調子がって言って何を今やってるんですかって聞いたら SR500 の今クラッチワイヤーを交換してますって言ってましたよね、路上でそうですね、はい、ちょっとトラブルで。そうだからやっぱそういうところが本当にすごいっていうか、オイル交換をね自宅でいつもやってるのもインスタグラムに上がってますけど、キャブが調子悪かったら自分でちょっとなんか
プラハンマーで叩いてみてゴミ落としてみたりとか、なんかいろんな工夫しながら本当にこうバイクと向き合ってるっていうところが素敵だなといつも思っています。いやー、もうナチュラルに SR だとやらなきゃいけないんですよね。こうちょっと自分でもしてみようかなっていう気持ちにさせてくれる、本当最初じゃないですけど2回目のバイクでよかったなと思ってます。ゆうさんはガレージライフを自身も楽しまれていて、でガレージライフをプロデュースする会社もやられてプロデューサーやられてるんですけども、ちょっとその映像貴重なゆうさんのこれご自宅ガレージ、今このステージ上でちょっと公開という。これですね、皆さん、これがゆうさんの自宅ガレージです。ハンモックが大好きなんで。いやもうハンモックもすごいし、2階にもハンモックありますけど。本当だ、ハンモック好きですね。ハンモックで、あともう完全にだから車と生活してるわけで。そうですね。旧車好きの人ならわかると思うんですけど、私のガレージも入るとキャブ車が多いんで独特の香りがするんですよ。はい、でユウさんも SR500 もそうだし、アミエイト1970年代のフランスの名車ですけども、あれもキャブで結構いい匂いしますよね、多分。いや今日網かけたでしょってガレージの中でかけちゃうとバレちゃうぐらい。今日アミエイトで会場まで。はい、こちらにアミエイトでシトロエンの、フランス車の70年代の車ですけど、車の中で一番美しいとか言われる DS だったり、この年代だと、ドゥーシーボー、カリオストロの城でしたっけで、アニメでも出てくるし、そっちは知られてるんですけど、そういう名女優と名俳優の間に挟まれた超脇役俳優みたいなのがアミです。これ実際お店に車見に行ったり、試乗した時の YouTube ですよね。そうです。これも YouTube で公開させていただきました。これがアミエイトなんですけども、もう目が独特で、僕は漫画家の梅津和夫さんが描いてたちょっと怖い漫画の時に目がちょっと怖くなってた時の目に似てるなっていつも思って、すみません、分かんないかもしれないですけど、目がやっぱ特徴ですね。そうですね。この全身のアミロクフラミニオ・ベルトーニさんが作った、それをちょっとマイルドに一応これにもなってるんですけど、結構個性的な顔つきではありますよね。別にフランス車が特別好きってわけでもなくて、本当ここにある会場の国産車だったり、向こうにもいろいろありますけど、どの車もキャラクターが立ってるような、そういうバイクが好きですね。この年代のアミを実際普段仕事の打ち合わせでも、撮影でも乗ってますけど、ほとんどすれ違うことないですよね。1回だけありますね。それは誰と？ジャルジャルの後藤さんと1回だけ。ジャルジャルの後藤さん乗ってますもんね。はい、前から来て、でも SR だったんですけど私は。で SR からつい手振っちゃってあーって言って、気づいたか分かんないですけど、モビリティカルチャーということで、ユウさんが手掛けているガレージハウスのプロジェクトもう少しご紹介したいんですけれども、3年前ですか、本格的にやり始めたのは。そうですね、会社は2022年の12月にちょうど3年ですかね。カーサーガラージュ、これユウさんの何作品目ですか、今紹介しているのは。これは2作品目ですね。こちらは木更津のアウトレットから徒歩3分ぐらいの3世帯入っていて、1世帯あたり2台の車を並列で並べて止めることができるっていう賃貸のガレージになります。賃貸もあるし、分譲をスペシャルオーダーいただいて作る時もありますよね。そうですね。マイホームでやっぱ夢じゃないですか、ガレージのある暮らしを私は少しでも皆さんに味わっていただきたいので、金額だったりそういう家族構成だったりで届かないことをなるべく解消したいなって思ってる会社で、この猫はすごいんですよ。友達ですか？私の友達で。これすごいですよね、さっきからチェックポイントがなんか自分が物件借りるんだったらどこ見るかなみたいなポイントを見てってるように見えますね。中身人間みたいですよね。そうなんですよ。こんな感じなのかみたいなちょっとなんか当てれこしたくなっちゃうようなね。そうなんです。はい。お待たせしました、椅子が2つ増えました。辻本聡さん、宮城光さん、そして一緒に MC をやりますレジェンドの娘です。この方です。はい、フライングしました。南波優香です。よろしくお願いします。僕はお父さんと一緒に走ってました。本当ですか？南波教授さん。南波教授さんと。いや1987年の 250cc クラス全日本。そうですか。早かった。いいライダー。いいライダー。いや素敵ですよね。ありがとうございます。宮城さんの時に今出てた味の素の NSR、
500ってこれはもう懐かしい思い出のマシンでしたね。懐かしいですね。ホンダの NSR250 という2ストロークの市販車がありましたから、それを乗っていただいてた方がたくさんいらっしゃったんで、いまだにこの NSR っていうワードに反応される方が多いですね。しますよね。そして辻本さんは GSXR750R1985 年に吉村鈴木で全日本の TTF1 でチャンピオンを取ったのを記念して500台限定で発売されたんですけど、このすごいですよね。辻本さんもらえると思ってたら500台限定でもらえなかったっていう。くれなかったんですよ。くれなかった。くれなかったんですそれ言ったちゃんと。言うたけど。言うた。はいいやー言われて。じゃあ辻本さんも抽選に参加したんですか？あれ確かね、東北の震災の後の、はい。いろいろチャリティーイベントやってたでしょ。それで確かね、どこだろう、東京の調布の方の、はい。ああいう量販店バイクのそこのイベントに行った時に駐車場にねビカビカの奈良藩止まったんですよ。おーたまたま見つけた。たまたまた見つけてまたま。でオーナー見つけて、はい君売る時は僕に売りなさいっつっておーそしたらたまたま浅川スピードの浅川さんのところでのお客さんだった。お客さんあーそれはもうご縁があるね。ご縁がありある。まして、それで手に入ったんですね。そうもう一回出ますかね。このバイク本当に綺麗で、うん新車よりもある意味綺麗なんですよね。でこれがまたすごいんですよ。辻本さんから連絡があって、車検取るよって言われてね、それで車検取ったらじゃあ走りながら撮影しようってことになって、はい雑誌とラジオで取材させてもらったのがこの辻本さんがやってるピロタモトのでここお店の前なんです。海岸の三浦半島にお店があるんですよね。これ鈴鹿8時間耐久レースって辻本さんにとってはこうどういうものだったんですか？今振り返って。僕ね初めて出たのがね、はい。実はエントリーはして予選落ちで帰ったことあるんですけど、え、そんなんあったの？あれ台風の時。あけど僕は84年に大阪のね大新工業っていうところからそれはちゃんとした8台出たんですけど、はい。その時ね実はねタイヤ無交換すごいですね。 8時間？ 84年。 GPZ どんなタイヤ履いてたんですかそれ？いやそれね今みたいにクイックチェンジがなかったんですよ。だからタイヤ交換するのめちゃくちゃ時間がかかると。だから社長のね渡辺藤夫さんに「お前ちょっとお前タイヤへ行って8時間もずっとタイヤあるからちょっと来てこい」言われてで行ったらさすがにタイヤ屋さんもはい「それはないけど、はい予選の5秒落ちで走れば、はい。多分持つかもな」って言われてへだから楽だったんですよ。あ、そのペースをじゃあ守ればよかったんですね。そうでねこれピットねガソリン入れるだけでしょ。はい。ピットワークめっちゃ早いじゃないですか。はい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 。で11位やったと。おー素晴らしすごい。宮城さんは8体となるとどんな思い出がありますか？もう8体といえばもうバイク押してるかエンジン潰れてるか転んでるかしかないです僕は。なんかドラマチックな写真をよくお見かけするそうなんですよねライダーだなってイメージありますね。森脇からのバイクで僕はやらかしてましたからこっちは活躍してますけども僕はそっちの裏側でもう全然やらかして、痛い思いばっかりしましたけどいつでも痛い思いしながら空を見上げて鈴鹿の空は青いなもうその印象だけ本当に残ってます。もともとはそのレーサーはチェックを受けるのが仕事なんで、ですから途中で転ぼうが潰れようが僕はピットまで返してメカニックに車を渡したらそこで僕はお役目が終わるなと思ってたんで必ず押して帰ってました。一番長い距離どれぐらい押したんですか鈴鹿を？いやーでも130あるぐらいからかな。遠いですよね。からピットまで帰りましたが130あるやっぱり高速なんで転んだダメージがでかかったですしそういうのはありましたけどそんな印象しかないですね。いやでもやっぱこう転倒してしまったライダーがこう一生懸命バイクをピットに戻してきてこうピットロードに出てきて姿が見えた瞬間って泣きたくなりませんか？なんかよく帰ってきたねっていう気持ちになって本当に。というふうに思ってくださる人もいるけども、はいコース上で走ってる他の選手からしたら、もう邪魔でしょうがなかったと思いますよ。でも宮城さんが押してた頃はまだヘルメット外したりとかしていい時でした？そうですね。今ね外せないですからね。でも40年前のバイクでも走行性能素晴らしいですよね。はい本当にねもう7班で十分です。軽いし、はい十分本当に気持ちよく走れますよね。昨日ちょっとぐるっと三浦半島調子どうですか？バッチリです。辻本さんがやってるピロタモト伸び会館のね、はいピロタモトに取材に行ってこれまさにカフェの前で写真を撮ったんですけど、辻本さんのカフェ本当ちょっと外国みたいなんですよね。今ねちょうどこれからがいいんですよ。日の出日の入り両方見れるんでね。
ここです。ほら、もうこれどう見ても南フランスのカフェで撮ったっていうね、ロケ行きましたみたいな感じ。この前がねちょうど海なんでね、本当に本当お店に向かう道も本当気持ちのいい道なのでね、ツーリングとかね、関東の方とかまだ行ったことがない方はぜひツーリングがてら行ってください。白バイ多いですけどね。はい、そう白バイ多いし、あと白バイのコスプレをしてるお客さんがいつも来られてて、宮城さんはこれがまた貴重で、宮城さんが乗ってた味の素の NSR500。いやワックスバイク置いてもらってるんで嬉しいです。このジョージ・クルーニーみたいな宮城さんのどうかわかんないインタビューを取らせてもらったでもホンダはすごいよね、こういうマシンを置いといてくれるっていうのはすごいですね。これだって全部いやらしい話ですけども資産管理して税金かかってきますから。タンクのところに光って書いてません？書いてますよ。卵のヨードラン光の字から取ったんですよ。いや本当ですか？本当に。今ねモニター上ではここに展示されているバイクの写真が出てるんですけれども、これ向こうは KR1000 ですね。これ1982年 FIM 世界選手権のチャンピオンカー、これが1980年の吉村鈴木3回目の、鈴鹿の耐久レースで2回目の優勝鈴木が挙げた年ですね。でその隣がヤマハなんですよね。これがねなんか年代を感じさせないんですよね。これも8体の優勝マシン。羽賀選手がそうです。羽賀選手とコーリン・エドワーズ組になります。はい、でこちらがラッキーストライクの33号車、これも優勝してますからね。1998年。そうです。伊藤選手と宇川選手。宇川選手だから日本人ペアで優勝したっていうもう非常に印象的な。最近のやっぱりその8体を見てると、この頃も速かったんですけど、もう格段にまた速くなってしまって、このスピードの変化みたいなものってどんな風に感じてますか？いやもうめっちゃんこ速くなってますよ。もうちょっと別次元ですね本当に。その鈴鹿の8体だけでいうと大体200ラップぐらいだったんですよ。僕らが走ってた時っていうのは200周回ればよしだったのが、今それの 10% 増しの220ラップなんで、僕の時なんか辻庵は幽霊で、僕はこっちは空霊ですから穏やかなもんですよ今から考えれば。そうですよね。拍手でお迎えください。ホンダ HRC 高橋匠選手、ヤマハレーシングチーム中菅克之選手、チーム鈴木 CN チャレンジ津田拓也選手、川崎プラスレーシングチーム岩戸亮介選手。すごい、ものすごいことになってます。会場大きな拍手で迎えられました。ではかけさせていただきましょうか。座ってやっていきましょう。改めまして優勝を飾った高橋匠選手、改めましておめでとうございます。ありがとうございます。たった2人で8時間を走ってトップでチェッカーを受けるというね劇的なレースでした。今年ヤマハファクトリーさんが復活してくれて、以前にファクトリーとして参戦している時に散々負けてきてたので、今年は絶対に、2人に急遽なってしまったんですけど、これで負けたらまたヤマハさんがいないから勝ってるだけなんだって思われるのも嫌だったし、真っ向勝負をして勝ちたいっていう気持ちで走った結果なんとか優勝できたんで、本当にほっとしてるし良かったと思ってます。はい、いやねもうさっきも外でトークをしてて流れで聞きたいこともちょっと忘れちゃったんですけどまずはやっぱり4連勝でしょ、で新しいバイクになってから4連勝。そうですね。はい。そうでしょ、はい、見た目ってあんまり変わんないじゃないですか。どういうところが毎年こう進化していってんのかなっていうのがね、正直ファンとしては、聞いてみたいところですよね。最初の3回は変わってなかったんですけど昨年から今年にかけてはサスペンションのメーカーが昭和産科ローリンズさんに変わったぐらいで、それぐらいですかね。あんまりちょっとずつ変わってるとは思うんですけど、なんかあまりの速さにお客さんの中で CBR1000R、RRRRRRR ぐらいついてるんじゃないかって話が出てたりとかするんですけど、一応ファクトリー車両なんでどんどん増えていってるかもしれないちなみにこれはお客様はよくご覧になるんですけど、皆さんモニターで見えるんですけど、これ2005年のホンダが表彰台独占した時の古い映像を鈴鹿サーキットからご提供いただいて今流してるんですよ。セブンスターこれ。そうセブンスターなんですよこれで、映像がやっぱりね本当になんていうか興奮みたいなものっていうのはもう今でも本当に生きて懐かしくないですかこの映像。あれかセブンスターワンツーで宇川さん清成か。そうです。はい、こういうことでね結局表彰台独占だったんですよね。ハルクプロも入れて20年前ですか。そうこれがねホンダの、表彰台独占だったんです。でこれ10年前なんですよ。これ3人とも走ってますよね。
これゴールシーンですね、最後優勝で。これも久々の優勝でしたよね、ファクトリーとしては。この時それで津田さんも8体。そうですね、2015年も自分吉村、鈴木でレース出てたんですけど、その頃辻本さんと一緒にアドバイザーという形で一緒にやらせてもらってて、その時もやっぱヤマハが2015年出てきた時にすごい強くて、で事前のレースのこう見てると確かに燃費がよくなさそうだったので、そこを自分らこうつこうって言ってやってた時に本番になってからあれいつ入るのってこう自分モニター見ながら見てて思ったの今でも覚えてますね。岩戸選手はってこう8体を意識し始めたのってどんなタイミングだったんですか？まさに今の2015年そうなんですかぐらいですね。その2年後に初めての鈴鹿8体出たんですけど、今思うとそうでもないなと思うんですけど、暑いなと思って、バイクの熱気、地面の照り返しだったりとか、そういうのがこう生身で感じれて、本当に大変なレースだったんだなというのをいざ出てみて初めて分かったことがたくさんあるかなと。宮城さんもいろいろ質問したいことが。そうですね、いくつかありますけど、ちょっと僕中澤選手に個人的に聞きたいのは、その2015年、ワークスで、久しぶりにヤマハが出て、で最初のスティント、周回数引っ張っていきましたよね。それってその赤いフュエルランプがついたら入る、もしくはサインボード、どちらかっていう感じだったんですか？それを作戦的にはもうとにかくそのついたら入ってくる。ついたら入ってこいと、何周であろうが。そうですそうです。じゃあそれがほら周回数伸びてくるわけじゃないですか。乗ってる時の気持ちってどんな気持ちなんですか？いやこのガソリンランプ壊れてるんじゃないかなと思いますよね。いや思うと思うんですよ。もうすっごい不安で。これどうしよう。だってそれでもしガス欠で止まったら、俺のせいでしょ。お前何やってんだって言われちゃうもんね。じゃあなるじゃないですか。だからもう非常に不安で、本当それを信頼していいのかも分かんなかったし、ドキドキしながら。じゃあ一周回る間にそのランプを何回も確認しながらずーっと見てました。5つ組んだ、で 130R 立ち上がってから試験のアプローチってピットインするか試験で違うじゃないですか。そうですね。そこでついたらえらいことですよね。本当そうです。だからもう、本当その規定の周回数サイティングとか入れて、普通26かなトータル、24、5で入ってくるんですけど、だからもうそこから先はもう無駄にアクセル開けてましたもん。はあ、もうつくねやったら早くついてくれと。でもう自分もやっぱり疲れちゃうので、でも早く先に渡したくて。なるほどね。無駄にアクセル開けてましたけど。でもそれが良かったんやと思う。やっぱりそういうことやと思うね。津田選手のところは新しい取り組みで CN チャレンジ、カーボンニュートラルでこれから先のなんかバイクレースを作っていく立場じゃないですか。だからそういう意味でいくと、そういう部分でのパイオニア的なモチベーションとか楽しさってありますか？そうですね、やっぱりみんなと使ってるタイヤが同じブリヂストンさんではあるんですけど、違ったりとかするんで全く同じ直接比較できないんですけど、でもその中で昨年も CN チャレンジャーでやってたんですけど、そのタイムを超えるであったりとか、自分たちの中でそれを超えていって少しでも周りに追いつけるようにしているので、周りとの比較っていうのはちょっと難しいんですけど、本当に自分たちとの戦いという感じで、その中で自分たちを超えていく、鈴木全体でモチベーション高くレースできてるなと思ってますね。なんかこのモチベーションの高さ、鈴木さんで感じたのが鈴鹿8体じゃなくて全日本ロードレース選手権の方なんですけど、最初フル参戦予定じゃなかったのに結果フル参戦になっちゃってましたよね。史上初らしいです。 JSB でフルスポット参戦っていうの新しい言い方ですよそれ。フルスポット参戦、新しいね。常にピットが一番端なんですごい今年は新鮮でしたし。津田さん、乗ってて俺はカーボンニュートラルやってるなっていう感じはすんの？します。します。するんですか？どのあたりで？それみんな聞きたいと思う。俺はカーボンニュートラル男やみたいな、なんかカーボンニュートラルなんかあったらそれ聞きたい。燃料トウモロコシ由来だからちょっと香ばしい香りとかしますか？やっぱり全然しないですね。しない、全然そういうのはないんですけど、ちゃんと全日本の普通全日本って FP1、FP2 ってやって予選決勝なんですけど、ちゃんと全日本でもカーボンニュートラルのパーツをFP1 という貴重な時間を使ってやったりとか、鈴鹿のテストは2日間あったんですけど、2日間の1日目はもう1日中ずっとそのカーボンニュートラルの素材のものをテストちゃんとしたりとかして、本当に全日本でタイム出すだけ。いやもうちょっと外から分かりやすい。分かりやすいよね。例えば辻本さんみたいに8体をもう1本のタイヤで走り切るとか、2日間のテストも1セットのタイヤで走り切ったとか、あります。全日本ウィークも1本で走り切ったとかあります。ある。何ですか？
何が開幕戦から最終戦まで同じチェーンで戦いました。チェーンでもそれもすごいですよね。念のため変えますよね、結構ね。むちゃくちゃ太いチェーン使ってるんですよ。それで耐久性の強い耐久性が強いってことは変えなくていいんで、変えなくていいってことも結局カーボンニュートラルなので。ちなみにポロシャツもそうですよね。100% 再生可能系のエコ素材なんですよね、チームのポロシャツが。だからもうすごいんですよ、宮城さん。いやでも CM チャレンジのあれですよ、配るクリアファイルとかもちゃんと紙素材のなんかやつでしたよね。あれもだから外にこうやってほっといたら勝手に消えていくっていう。自然に土に帰っていく。10年ぐらい経ったら土に帰っていく。10年ぐらい経ったらさーって消えていく。あとだってバイクのほらね、カーボンのだってカウルだったりカーボンじゃなくて自然由来のもの使ってますからね。だからあのままカウル庭に埋めとくと10年ぐらいしたらなくなっちゃってるんですよね。いやでも実際そうなんですよね。だからもうさーってで10年ぐらいかけてさーってこうさーっとね一体化してさあ言いたいだけやろそれ。皆さんってバイクとか車ってどれぐらい好きなんですかっていうのを今日聞きたかったんですよ。そうですね、基本的には、レースメインではあったんですけど、ある程度、大人になっているか成人してやっぱこう自分でバイクをこう作るというか、整備する楽しさっていうのをかなり、自分なりに楽しめてるかなと思いますね。乗るだけじゃなくてこういう部品つけたらかっこよくなるだろうなとか、意外ですね。この色合いのバランスいいだろうなみたいな、そういうのをこう楽しめてるのかなと思います。津田選手はどんなこうバイクとの出会いだったりバイクライフなんですか、プライベートでは。プライベートは僕バイクほとんど街中では乗らないんですよ。そうなんですか。街中ではほとんど乗らないんで、1台だけ V ストローム250というバイクを所持してるんですけど、ツーリングたまに行ったりするぐらいで、でも練習用のバイクは何台か10台以上ぐらい持ってて、練習のバイクを自分のこのなんて言うんでしょう、今自分に何が足りないかっていうのに沿ってそのバイクをチョイスしていくって感じなんですけど、なんですかね、仕事のパートナーとして今こう一緒になんかバイクライフを送ってるっていう感じだと思います。なるほどね、これでもあれですね、老後はなんかミュージアムとかできそうですよね、この勢いでバイクが増えていくと。そうですね、どんどん増えていってるんで、ガレージがどんどん大きくなっていってるんでまずいなと思うんですけど。バイクって車以上に増え始めると増え続けませんか。そうなんです、やっぱりこうだんだん手放しにくいっていうのもありますし、持っててこうだんだん練習用機とはいえ愛着が出てくるので、ちょっと皆さんとこうバイクに対する向き合いとか方は違うかもしれないんですけど、自分なりにこう愛着を持ってこう普段のバイクに接しているつもりですね。いや中菅選手はどんなバイクライフなんですか。そうですね、自分は幼稚園の時年中さんにポケバイっていうバイクが出会いで、そこからそのレースするようになって、すごいバイク乗るのは好きなんですけども、プロになってから仕事として、こういう職業に就いてからはバイク乗るのが大嫌いになって、なぜかというとやっぱ結果を求められるじゃないですか。でやっぱ好きに乗れないんで、やっぱりそのプレッシャーもありますし、だから今はバイク嫌いですね。嫌い、いや誤解があるんですよ、嫌いではないんですよ、大好きなんだけど、その何もないプレッシャーがないレースをするのは大好きです。なるほどね。はい。だから普段も一切バイク乗らないです。そうですか。トレーニングでも乗らないですし。乗らない。はい。じゃあもう練習走行から始まるんですね。いきなり。そうです。でも実はやってるんじゃないかって、でも僕勝手な想像言っていいですか。いいですよ。はい。中須賀ランチみたいな感じで、もう完全クローズのなんかめちゃめちゃでかい持ってると。九州の山の中に入ってますか。あるんですか。全部もうシャットアウトしてやってる。チャンピオン13回取ってるし、それぐらいしてるんかな。ありえますよね。絶対ありえない。いやで予想です。いやその結局 SNS とかX だっけ今。はい。そういうのあるじゃないですか。で上げないんじゃなくて、できない。いや不思議ね、聞いたことないですね、こういう話ね。いや本当そうですね。そして常に前回の高橋拓実選手、僕もポケバイを3歳からトレーニングで乗るとしたらオフロードバイク、フラットトラックだったり、モトクロスはちょっとジャンプ怪我のリスクを少しでも抑えたいんで、モトクロスとかはあまりやらないですけど、フラットのところでオフロードをやるか、
冬1月とか2月ぐらいに北海道行って、氷の上を雪上ですか？氷上。氷上？はい。これタイヤ何使うんですか？スパイクが打ってるあるタイヤなんですけど、でもそれなりに滑りやすい環境で、感覚のトレーニングというか、やるとしたら僕は川越にあるオフロードビレッジによく行ってました。最近ここ数年行ってないんですけど、行ってた当時あれですよね、ぶっちぎりで大変だったでしょうね。いやいやいや、2週に1回周りが周回遅れみたいな。いやいや、レースにも出てないですし、単純にトレーニングっていう形でもう結構割り切るタイプなんで、やっぱ乗るとタイムとか競技になっちゃうっていう部分はなんかすごくやっぱりね、今トップで走ってるライダーらしいコメントだなと思いました。じゃあここからフォトセッションやりましょう。相性のある暮らしのゆうさんも一緒に。はい、じゃあもうちょっと寄りますか皆さん。はい、これぐらいでちょっと寄りましょう。ゆうちゃんでかいね。ちょっとでかいね。171センチです。はい、ありがとうご国ざいます。内バイク4メーカーコラボ鈴鹿8体トークショー、外のパフォーマンスも終了して、今日これ丸1日のイベント今終わりました。本当ライダーの皆さんありがとうございました。お疲れ様でした。